王なのだ。ずんだもんなのだ。今日は北欧の美しい国、スウェーデンをご紹介するのだ。みんなが大好きなスウェーデンのあのミートボール。実はそのレシピは18世紀にトルコから伝わったものだって、スウェーデンの公式が発表しているらしいのだ。びっくりなのだ。さて、今日は全部で3つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュース。メリットとデメリット。米国籍の放棄という記事なのだ。みんなはアメリカ国籍を放棄することについて考えたことがあるのだ。これはお金や生活、個人的な理由が絡んでくるとっても重大な決断なのだ。実はアメリカは海外に住んでいる市民にも世界中の所得に税金をかける数少ない国で、毎年ややこしい税金申告に時間と費用がかかって二重課税のリスクもあるのだ。でも放棄するメリットもあるのだ。アメリカの税金申告から解放されて二重課税の心配もなくなるのだ。遺産相続もシンプルになって海外の金融商品を自由に利用できるようになるのだ。だけど気をつけないといけないこともあるのだ。もし財産がたくさんあると高額な出国税がかかる可能性があるのだ。それにアメリカ政府の保護を受けられなくなったり、メディケアのような社会保障も受けられなくなったりするのだ。だからこの大きな決断をするときは必ず別の国籍を確保してからでないと無国籍になってしまうのだ。そして専門家によく相談して慎重に進めるのがとっても大事なのだ。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。さあみんなで今日のニュース一緒に見ていくのだ。北ヨーロッパスカンジナビア半島の東側に位置するスウェーデンは豊かな自然と洗練された文化が魅力の国なのだ。首都は北欧のベネチアとも呼ばれる美しいストックホルムなのだよ。人口はおよそ1000万人で立憲君主制のもと手厚い社会保障が特徴の福祉国家として世界的に知られているのだ。バイキングの時代から続く長い歴史を持ち、ボルボやイケアといった世界的企業、そしてノーベル賞の発祥地でもあるのだ。デザインや音楽、環境技術の分野でも世界をリードし、サステナビリティを重視する文化が根付いているのだ。最近では長年の中立政策を転換し、NATO への加盟が大きな注目を集めたばかりなのだ。革新と伝統が共存する魅力あふれる国、それがスウェーデンなのだ。一つ目のニュースなのだ。スウェーデン、ストーム、エイミーに備え列車、フェリー運休という記事なのだ。スウェーデンでは嵐、エイミーが週末にやってくるみたいで、列車やフェリーがたくさん運休になっちゃうのだ。スウェーデンの気象庁 SMHI さんが警報を出したのだ。ストックホルムやヨーテボリ、マルメなど広い地域に養殖の警報が出ている上に、ゴットランド島やエランド島にも警報が拡大されたのだ。エランド島ではすごく強い風が吹いて時速94キロにもなるかもしれないのだ。スウェーデン運輸局さんから東部や西部のいくつかの路線で列車が土曜日に動かなくなるって発表があったのだ。フェリー会社さんもゴットランド島へ行く便とかストロムスタードとサンでフィヨルドを結ぶ便をキャンセルしたのだ。大雨も降るみたいだけど雨の警報が出るほどじゃない地域が多いのだ。でもベステルノールランドでは最大70ミリの雨が降る可能性があって雨の警報が出るかもしれないのだ。みんな週末は嵐に気をつけてほしいのだ。二つ目のニュースなのだ。メリットとデメリット。米国籍の放棄という記事なのだ。みんなアメリカ国籍を放棄することについて考えてみたことがあるのだ。これはお金や生活、個人的な理由が絡んでくるとっても重大な決断なのだ。実はアメリカは海外に住んでいる市民にも世界中の所得に税金をかける数少ない国の一つなのだ。だから毎年ややこしい税金申告に時間と費用がかかって二重課税のリスクもあるのだ。でも放棄するメリットもあるのだ。まずアメリカの税金申告から解放されて
二重課税の心配もなくなるのだ。遺産相続もシンプルになって、海外の金融商品を自由に利用できるようになるのだ。そして、住んでいる国にもっと溶け込める気持ちになれるのだ。だけど、気をつけないといけないこともあるのだ。もし財産がたくさんあると、高額な出国税がかかる可能性があるのだ。アメリカ政府の保護を受けられなくなったり、アメリカへ行くにはビザが必要になったりするのだ。メディケアのような社会保障も受けられなくなるから、医療費の計画は重要になるのだ。故郷との心のつながりが薄れることもあって、手続きには$2350と専門家の費用もかかるのだ。だから、この大きな決断をするときは、必ず別の国籍を確保してからでないと無国籍になってしまうのだ。そして、専門家によく相談して、慎重に進めるのが大事なのだ。3つ目のニュースなのだ。ワサブロット以外は何でも、故郷でスウェーデンより安くて良いもの、何がある？という記事なのだ。スウェーデンは物価が高い国なのだ。だから、みんなが母国へ帰省するときに何を買ったり、どんなサービスを利用したりするのか調査したのだ。一番多かったのは、ヘアカットや美容関連なのだ。母国では半額以下で質も良いと大好評なのだ。クロアチアの人はヘアカットと洗髪で2000プローナも節約できたのだ。マッサージやネイルも母国で済ます人が多いのだよ。歯科や医療も予防的な検査や専門医の診察は母国の方が早く安く受けられることが多いのだ。インドの人は全身検診、パキスタンの人は歯科検診を帰省時に受けるのだ。市販薬も母国で買う方がお得なのだ。仕立てや修理も母国が断然安いのだ。洋服の仕立てや修理、電化製品の修理、車の部品やタイヤ交換も母国で済ませる人がいるのだよ。テック製品もインドやアメリカではスマホのアップグレードなどが安いと人気なのだ。でも、不具合対応を考えるとスウェーデンで買う人もいるのだ。スウェーデンでは手に入らないものも持ち帰るのだ。インドのストリートフードやスパイス、アメリカの柔らかいトイレットペーパー、美味しいサラダドレッシング、特定の歯磨き粉、チーズ、紅茶、パーソナルケア用品、母国語の本なども人気なのだ。子供服や靴も母国の方が安くて品揃えが良いことが多いのだよ。チェコの人は、ワサブレット以外は全部母国が安い、と言っていたのだ。みんな、賢く節約しているのだね。スウェーデンでは嵐に警戒、米国籍放棄の複雑な事情、そしてスウェーデン在住者の母国での賢い節約術、ワサブロット以外は何でも、と、今日も様々なニュースをお届けしたのだ。スウェーデンの魅力や、人々の暮らし、世界の動きを感じられたのだね。スンダモンと一緒に、これからも世界のいろいろなことに目を向けていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。